こんにちは、大神子です。さよです。シキスカの続き、人口6万7千人からだよ。鉄道が大変なことになってたね。今回は鉄道のトラブルを解決しよう。さて、考えてることを全部話すと動画の余白が足りないから、今回もサクサクいくよ。開始30秒で言うセリフではないね。まずは、ここのラインに電車が集中しすぎ問題。集中するのはもうしょうがないや、そういう地形だもん。せめて斜めに走る線路なら経路の分散も効くのですが。今となっては、混雑が先かデッドロックが先かもわからないけど、大元の原因でなくても対処は必要。まずはこちらをいじっていこう。今までご苦労だったな。聞いてもらおう。取り残される列車たち。建て替え工事もオツだけど、機能不全な現行ラインを残す意味もない。そしたら新しい線路は高架で一方通行だ。この世界は基本右通行だけど、たまに左を通ろうとして反対側の電車とバッティングしてしまう。追い抜きに使うくらいならいいけど、対向車に迷惑がかかると困るね。だから上下線を分離する必要があるんだね。よし、大動脈は完成。このまま支線に出たり入ったりする道も作ろう。これは何型の交差点ですか？そんなものはございません。自己流の高梨くんでございます。南北のそれぞれから上下線のそれぞれに出る、入るがそれぞれできる。これをそれぞれ作ると道が8本も必要だから。まず出る入るを統合して、上下線は遠いので統合せず。そして出入り統合線をさらに南北それぞれとつなぐですか。さすがにテイク2だとやることが定まってるね。録画が真っ黒でやり直してることは言わなくていいの。よし、あとはこれを全部の交差点で作るだけ。よしよし、動いてる。けれど、すべてを解決する銀の弾丸ではない様子。銀の弾丸なんてあったら私が困るんだよ。この狼、比喩が通じないぞ。しかし左側通行もだけど、交差点を出れないのに進入するのも問題だよね。連動式信号があれば進路妨害を防げるのに。まあ、一旦置いといて別のことも試そう。貨物港、そして貨物ハブ。貨物ハブは貨物港と貨物駅のハイブリッドだね。ここは貨物港を置いて貨物列車を消すのが良い気がするけど。女は度胸、何でも試してみるのさ。選ばれたのは貨物ハブでした。もともとあった貨物駅は引っ越ししてもらおう。駅でも原子炉でも軽々持ち運べてしまう世界。よし、あとは暇を潰しつつ船が来るのを待とう。ここは3タイル目のグリッドシティ。高密度地区をふんだんに使っているね。でもここまで進めた感じ、高密度地区ってなくても10万人はいけそう。むしろ人口密度が高すぎて問題が起きやすいかも。ということで、高密度地区を少し低密度に変えよう。引っ越し先は後で建てるから一旦解散してくれ。船はまだ来ないかな。出現。虚空から召喚するんだ。貨物列車、消滅。
挙動の何もかもが予想と違いすぎる。列車が消えたのはイレギュラーっぽいけど、やっぱり実際に触らないとこういうのはわからないね。普通に船が来て列車が線路で帰るケースもあることはある。シティスカナにもわからない。私たちは雰囲気で街を作っている。線路が高架になったことで部分的な地下道も解消。この辺、渋滞に対処するような予備地帯だからね。もう大丈夫かなってことで、今後は埋めていくよ。そいやそいや。わっせわっせ。また電車が詰まってる。貨物列車の積載率が 53%。こういう少量輸送をなくしてくれれば平気そうなんだけどね。貨物ハブ、やっぱり来るべきでない荷物まで吸い寄せちゃうね。経路を分散させて、だましだましやっていきますか。騙して悪いが仕事なのでね。そして、リゾート地区から北方向に街を伸ばそうと目論んでいたところ、次のマイルストーンを達成だ。人口7万人、メトロポリス。夢のメガロポリスまで残り3万人だ。解放されたのは飛行機に空港。また新しい交通手段、多分これで最後かな。空港が出る頃にようやく港に手をつけるスタイル。年を取るとな、新しいことをやる前に一呼吸必要なんじゃよ。おばあちゃん。さて隙間全埋めとはいかないものの、孤立した地区はなくせたかな。最後に久々のユニーク施設を建てよう。ここはリゾート地区に通じる工業地帯。幹線道路の隣は公園で見通しを良くして、奥に工業地帯という感じにしたよ。建てるのは産業の像。裸一貫からロケットを打ち上げた工場長の像だとか。嘘やで。リゾートに行くものよ。その美しい体験を支える汚れ役もいると覚えて帰ってほしい。説教臭くて煙たがられるやつじゃん。工業なんだから煙たくて当然でしょ。比喩が通じない。ではでは、メガロポリスに向けて次回も頑張るぞいということで。ゾイって何？ご視聴ありがとうございました。